損害金が150万円ぐらい、150万円以上というふうになってしまい、本当に申し訳ございませんでした。不祥事連発。次の日に LINE 一通で「すいませんもう心折れたんでやめます」みたいな連絡来て、ダメだなと思って、こいつは悪いのは俺か、俺以外か。ローランドグループ崩壊はすでに始まっていた。月1で行われるグループ全体会議はいつになくひりついていた。歌舞伎町にあるザクラブ、ザシック。そして大阪店からは代表有志が駆けつける。グループトップ10の発表に移りたいと思います。第10位、霧島アランカボサ812万3000円です。おめでとうございます。ホストにとって売り上げは男の戦闘能力。サラリーマンが束になってもかなわない。第2位、2803万6000円です。おめでとうございます。2000万円を超える猛者まで現れる中、ローランドグループナンバーワン、佐藤セルティア準社員4106万9000円です。おめでとうございます。2位海とダブルスコアで引き離すこの男。ホスト歴はたった2年。2号店のザシック所属の佐藤セルティア。引きこもり系プロゲーマーから歌舞伎町へ。入店当時まさかの展開に黒崎店長も目を疑った。未経験3ヶ月目なんですよ、本当にガチで。で未経験3ヶ月目で今月その規定の数字を見ると官房座なんですよ。でこれ今までザ・クラブ時代から誰もいないんですよ、やり遂げた人。そんなことで満足する器じゃなかった。昨年有志が記録した6億円の売り上げを今年塗り替えると宣言。来年は10億目指そうかなと。冗談じゃないよ。そう欲しいのは日本の水商売の売上新記録の称号。この男どうやら本気のようで、毎月前代未聞の売り上げを重ね、現在すでに2億円を突破。ユースさんのね、日本一の時代はもう終わりだよってことで教えてあげたいなと思ってるんで、あとザクラブ本店、ローランドグループの本店だと思うんですけど、最近売り上げが雑魚すぎてローランドグループの恥だなと思ってるんで、7月のザ・バトルも自分一人でザクラブに勝てるなと思ってるんで、ぜひ7月楽しみにしといてください。よいしょ。乾いた拍手が不穏な空気を助長する。そして続きまして篠原議員支配人から一言ありますので、一言お願いいたします。お疲れ様です。そうですね、ちょっと、ザ・グレイスの、ちょっとオープンを任されてたんですけれども、ちょっとこの度ちょっと自分のことで、グレイスのオープンをちょっと見送らせていただくこととなりました。ザ・グレイスとは、ローランドが水面下で動いていた歌舞伎町のホストクラブ3号店。ローランドは新店舗の代表に銀を抜擢。しかし責任者の提出期限が完全に遅れてしまい、ちょっと損害金が150万円ぐらい、150万円以上というふうになってしまい、代表代行でスタートするっていうことにかけてまして、でそこで気持ち的にもちょっと難しいっていうところでちょっと退職を希望させていただき、グレイスが見送りとなったという経緯となります。本当に申し訳ありませんでした。頭がいいんだよね。話してて会話にインテリジェンスがあるから。でやっぱよくよく見てみると、なんかやっぱあながち学歴も
的外れじゃないなって思うのが、まあ、俺学歴なんてもう学校だからやってるもんだって言った手前あれだけど、やっぱしっかり勉強した子は会話がしっかりできるなって。地頭の良さはトーク力に直結する。あ、銀です。ふーんってどういうことさ。お酒は飲みはらへんの？あ、そうなんや。いや、全然あるんやったらちょっと勝手にいただこう思っとっただけ。ずいぶん細かった。夜の世界にどっぷり使った。そして今10時10分ぐらいまで多分あのまま行ったら入れてくれるんですけど、ちょっと気が変わっちゃったら多分入らなくなるんで、ちょっと議員さんに「いいですか？」いいけど、なんか考えないですね。はい。今とりあえず応急処置的にそれで行くのは全然いいけど。頼れる古株。自信ってどうや？自信？おどおどしてるって言われるんで。鏡越しでもいいからさ、なんか宅の様子見とった方がいい。ここ立ってるわけやから、ちょうど見やすい。このザクラブならではの裏技やな。他の先輩と違ってなんか相談しやすい。そんな銀の急な退店宣言。ローランドに直撃すると、銀が、行政書士に提出しなきゃいけない書類をずっと提出し忘れてて、でそのせいで空家賃がもう何ヶ月分もかかって、何百万も損害出るみたいな状況になったんですよ。だからお前のミスそれ何百万分のミスだよって話して、そんなやつ責任者で連れてけねえよって話をして、次の日に LINE 一通で「すいませんもう心折れたんでやめます」みたいな連絡来て、でなんか、その後話をして結局なんか年内はやりますけど、店はまあやりたくないですみたいなこと言ってきたから、もうダメだなと思ってこいつは。で銀に関してはそもそもそんな責任感のやつを俺が責任者にしようとしてた時点で、俺のミスだなと思って、もちろん俺も反省してるんですけど、そういった経緯でいきなり白紙に3号店が、3号店直営店だったんで、俺もかなり気合い入れてやるつもりではあったんですけど、5年分の絆は LINE 一通で終了。一般的にプレイヤーと裏方のマネージャーは全く別の職種だ。だけどホストは選手生命が短い。経営者への道も必要だ。例えば以前、年間1億を売り上げグループの看板にまで上り詰めたホストエイト。年間グループ新記録の6000本をローランドがその才能に惚れ込み、新店センチュリーの代表に大抜擢したのだが、エイトもオープンが決まって、で結局、自分でやるのはちょっと不安がありますみたいな話で、どうしたらいいですかねっていう相談を受けてて、で俺はそのホストクラブを経営してきた身からすると100% できるっていう確証を、もちろん物事だから 100% 成功するかどうか分かんないけど、とにかく命かけて、100% できるなって自分で思わない限りは多分しんどい仕事になるぜっていう話をして、最後自分で決めたらっていう話をして、でやっぱり違うことをやるべきだなと思うんで、一旦その出店はキャンセルにしたいですっていうような話だったんで。そう、ローランドと温度感がずれていた。そこまで覚悟を求められるなら一人でいい。オファーを断ったエイトは今オーストラリアに留学していた。グループの成長に命を懸けるローランドは育てた人材をどんどん失っていた。もうちょっとなんか俺テレビとか出てたのもあって距離を取られがちだったから、自分からあえて縮められるなんかちょっとフレンドリーな社長像の方がいいかなとか思ってたんですけど、もうなんかそういうわけでもねえなっていう、ある程度嫌われちゃんと自分でやって、ある程度なんか自分が来たら閉まるような雰囲気をちゃんと作れるような上司で、ちょっと近寄りがたいぐらいの関係者がいいのかもしれないなっていう。この日の営業中、渦中の銀は
で夜中看護師さんがなんか座薬入れてもらうんよ。でそう座薬入れてもらってちょっと楽なんだけど、その1個の座薬ですら、いらっしゃいませ、1個の座薬ですらもう拷問みたいな辛さやからって思ったらこれはあかん。ごめんちょっと拭いてさせてあげてほしい。はい、いやホストクラブ楽しいな。いいね。ホストクラブ楽しい。いやそれはもうホスト料理につきますよ。本当はやめたくないのでは。そしてお前がそれに満足した結果や。もっとできることいっぱいあったの。で意外とその有志が代表として本店戻ってくることみんなウェルカムなのかなと思ったら、意外とそうじゃねえって人望なかったっていう。まあ思ったより人望がなかったっていうか、まあなんか反発する子たちもいたっていう。今度は有志の裏の顔、反対勢力のリーク。まあ、あとはその質量が直さなきゃいけないなと思うところは、お前ちょっとやっぱずるいとこあると思うよ。気を悪くさせてしまって申し訳ないです。いや全然いいよ。現場の声を聞いてほしいです。